いつまでも綺麗で健康でいたいそこのあなた、空腹を作る時間を作ってください。こんにちは、井上です。五島です。今日はですね、空腹は美容と健康にっていうテーマでこの動画をお届けしたいんですけど、お客さんと喋ってて、ご飯って1日3食食べないと健康じゃないんじゃないですかとか言われる。でも僕はいやいや空腹がいいんですよって言うんだけど、信じられないみたいな感じで言われるんだよね。なんで実はでも僕たちは空腹をすごく推奨してるじゃん。はい。それを今日だから動画でお伝えしたいんで、大島さんちょっとお願いします。わかりました。空腹の反対って満腹状態じゃないですか。この満腹状態で常にいることって何が良くないのかなっていうデメリットがあるってことだよね。デメリットがあるということですね。いわゆる生活習慣病って言われてる糖尿病だったりとか肥満症、高血圧、高脂血症、こういったものってご飯を食べ過ぎることによって全て起きてくる病気なんですよね。食べ物を食べて消化と吸収をするために胃と小腸に血液がそこにぐーっと集まってくると他に循環させる血液が足りなくなっちゃうんですよ。そうすると車でいうとガソリンがないと走らないじゃないですか。それと全く同じで血液が足りないせいで他の臓器の働きが悪くなったりとか、あとは筋肉の活動っていうのが著しく低下をしてしまって基礎代謝の低下につながっていくとかっていったことが体の中で起きてきちゃうんですよね。そこから免疫力が下がるとか、あとは腸内環境が例えばそれによって悪くなってきたら肌質が悪くなってくるとか、っていうところにも全部結びついていくものになってくるので、なので空腹の状態をしっかり作ってあげるっていうことはものすごく大事なところ。じゃあ実際にご飯を食べた時にそれらが消化とか吸収されるのに果たしてどれくらいの時間がかかるかって皆さんご存知ですかね。ちょっと簡単にそこもお話ししていけたらなと思います。まずご飯を食べて胃に食べ物が来ますよね。これがだいたい3時間から4時間ぐらいかけて消化されていきます。今度はそのまま小腸の方に物が運ばれていくんですけど、小腸で栄養とかを吸収するのにだいたい8時間ぐらいかかってきます。で今度小腸で吸収された、いらないものですね、余ったもの、これらが大腸に運ばれて便としてどんどん流れていくんですけど、このかかる時間っていうのが個人差もあるんですけどだいたい12時間から60時間かかるって言われてます。なので、例えばご飯をいっぱい食べました。で胃にありますよね。で3時間から4時間経たないうちにまた食べてしまうと今度小腸で栄養を吸収するっていう働きをしなきゃいけないのに胃にまた食べ物がある。そうすると栄養の吸収もちゃんとできないっていうので食べてるのに栄養が足りてないっていう。なるほど。現象も起きてきて、もうどんどんなんか食べても食べてもあんまり満足感がなかったりとか、っていう風に負の連鎖みたいなものが起こってきてしまう。なのでちゃんとご飯を食べた後に消化する時間と吸収する時間っていうのをちゃんと設けた上で新しい食べ物を食べてあげるっていうことが最も健康的でいい食生活のスタイルになってくると。空腹を作りましょうって今話してたじゃないですか。空腹でいることのメリットです。体にとってどんないいことがあるのかっていう、まず一つ目はですね、排泄が良くなるんですよ。さっきも言ったように胃だったりとか小腸だったりとかに血液がいろんな箇所に集まりすぎちゃうと1個の臓器の働きが悪く鈍くなってきちゃうので、これをちゃんと1箇所に集中することができるので空腹だと。そうすると大腸がきちんと働いて中の便っていうのをちゃんと運べるようになっていくので、この排泄がすごく良くなっていきます。対流便を出せるっていうね。そうですよね。で排出が良くなってくると腸内環境が良くなってくるので、当然痩せやすくもなってきますし、あとは肌質の改善、肌質がすごく良くなってくるのでシミだったりとかシワだったりとかそういったところの改善にもすごくつながっていけるかなと思います。こういうふうに空腹をたくさん作るようになったら、逆に便秘になったっていう人もいるので、でもそれって要は出す材料がなくなってきてるから、出るものがなくなってるんだけど、それを続けると今度体の中にある古い細胞とか老廃物とかを排泄するための対流便が出せるようになるから、その短期的に見るとちょっと便秘気味になっちゃうかもしれないんだけれども、長期的に見ると結構出やすくなるっていうのが伝えておきたいことなんだよね。そして空腹が、体にいいメリット2つ目、体温が上がっていく。それに合わせて免疫力が上がる。これはもうねとっても推奨したいんだけど、
ちょっとこう熱っぽいな風邪っぽいな体調が悪めな時あるじゃない、はい、そういう時は絶対に何も食べないようにしてるの僕、はい、で唯一何かこう口にするものは体を温めるものか漢方葛根湯を飲んでます。そうするともうね嘘みたいに次の日元気。この間うちの母親がですね、はい、めちゃめちゃ風邪っぽくなっちゃって、はい、もはやコロナなのかなって不安があって、僕がやってることを思い出して、はい、何も食べないで葛根湯だけ飲んだかって夜中39度まで上がった熱が、はい、翌朝36度3分だったんで。すごい。そうだからねこれは本当おすすめ。空腹を作って体を温めるっていうのは、めっちゃ一番病気を治すのに早いと思う。そうですよね、体温が1度上がると免疫力が 30% 上がるって言われてるので、この体温をこうしっかり上げてあげる、空腹が体温上昇につながっていくので、これはねものすごくおすすめです。そうですね、はい、他にも基礎代謝もやっぱり上がっていく、体温が上昇することで基礎代謝が上がったりとか、で免疫が上がっていく、そしてメリットの5つ目はですね、長寿遺伝子っていうものがあるんですよ、体の中に。要はこう長生きするための遺伝子です。本当の名前がサーチュイン遺伝子っていう名目なんですけど、この空腹っていう状態になった時にサーチュイン遺伝子が最も活性化するっていうのが研究で分かってるんですよ。なるほど。発表されていて、これが体のアンチエイジングにもつながっていくし、こう体を要はこう老け込まさないっていう、老化を防ぐ遺伝子になってくるので、これを活性化させてあげることによってアンチエイジングにすごくつながっていくっていうところですね。まとめるとさ、空腹がすごくいいですよと。じゃあ昼ご飯食べました、夜になったらお腹が減ってる、これ空腹だから食べよう、はい、だと実はそれって空腹でない状態。今回は空腹になってる状態をいかに長く保つかっていうことが重要っていう話じゃないですか。でも空腹になったらすぐ食べちゃうってなると今の働きがなくなっちゃうから、はい、空腹状態が作れないじゃない、だからこの空腹を作るっていうことが大事なんで、例えば3食食べてる人は2食にすれば空腹時間が1食分長くなるわけで、はい、そうすると今全部説明した働きがうまくできるし、もっと言えばもう1週間全部1日2食にしちゃって、はい、週の1回や2回をもう1日1食にしちゃうとか、それぐらい空腹を作る時間をいっぱい作ってあげることでよりこの働きがうまく活かせる。そうですね。僕はもう1週間全部1日2食なんですよ。たまに1日何も食べない時もあります。月に1回ぐらいでも全然それでもいいと思うし、空腹をそういう風に作るようにしてからもう僕2年ぐらい経つんだけど、そこから痩せたし、で何よりねご飯が本当に美味しい。頻度が減る分美味しく食べれるっていう。そう、すごいもう本当こんな感じ、はい、いただきますって感じすごい感謝して食べるわけですね。そうなんですよ。僕も去年の11月から1日1食生活なんですけど、今年花粉症結構楽です。そう、わかる。僕も花粉症あったのよ昔。なくなったのよ。やっぱこれ免疫アップですよ。そう、免疫力アップしてると。これ結構1日1食とか2食とかを推奨したら、いやそれは良くない人もいるんじゃないかっていう意見もあると思うんだよね。はい。どうですか？例えばあれですよね、成長期の子供だったりとか、妊婦さんだったりとかですよね、きっと食べる量っていうよりも栄養バランスがすごく大事なんじゃないかなって思うので、その例えば1日2食、2食の中でバランスよくしっかり何でも食べるっていうふうにしておけば全然問題ないんじゃないかな。食事の回数が減っても栄養バランスがしっかりとれてれば、ものすごく健康だよね。そうですね。いい成長できますよね。はい。空腹を皆さん楽しみながら美容と健康に勤しんでもらって、今よりも綺麗で美しいあなたでいてください。これまでアピアランス TV では今よりも綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思う動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんとなく不調を感じてるあなたねここでやばいです。キラーハンガー。これがやったペットボトルのやつ、はい、ちょっと実際疲れるからちょっと1分間やってみて。2、1、はい、OK です。もしもし。タコちゃん。はーい。めっちゃ綺麗になってますよね。だから化粧水塗って。30秒経ったら膝を今度は
片側に倒して、これはい。楽しみにしててください。ああ、どうした。